オンリーカースっていう、今日初めて聞きましたけど、そういうのがあるそうで、立っている時に急に足がガクガクして、で視界が真っ白になってパッてなって倒れるっていうのは1ヶ月に数回でできるようになって、昔は1年に 1,2 回くらいだったんですけど、まあなんか増えたかな、こういったりもあるなって。で、呼吸は普段どんな状態？今それ、これは何ていうの？今やってるのはそれ何ていうの？加入例、季節加入例、期間加入例、期間加入加入例、加入加入例、加入例、ここ閉じても多分入るんですよ。だけど睡眠時に無呼吸になるために、呼吸器をつけなくちゃいけなくて、でそのために赤ちゃんの時からこう開けてるっていう、病気自体は僕が聞いたのは、睡眠時に無呼吸になる病気で、脳から睡眠時に一緒に脳も出てしまうって聞いたんですけど、脳の問題じゃないって、脳の問題じゃなくて、鼻入り口から1,2,3,4,5全部鼻、呼吸系ですよ。呼吸系の問題、それは呼吸系をコントロールしている神経の関係ないんですよ。だって鼻からこの部分ですよね。今それこっち来てて、じゃあ一回取っておいて、ふっと抜けましたね。でそれ取って今どんな感じなわけ？息が漏れて喋りにくいんですね。じゃあ止めて入れて、ここ閉じても吸う時は口からちゃんと入るわけね。で喋る時、つまり空気出る時はここから出ちゃうから声帯に触れないから声が喋りづらいということなわけね。今はなんか肺精神みたいな、この肺の問題じゃないかと今言うわけね。肺精神に変わってるんですけど、私は脳から言うと全然そうじゃないんですよね。口先で彼女は今喉頭蓋の問題を持ってるんですよ。それは喉頭蓋の問題であると、水を飲んだ時にやっぱりおかしい、ちょっと口に入れて飲まないで口で食べてる、飲まないで口でちょっと食べてる。僕はいいって言うまで飲まないで一生懸命食べてる。あれよ、飲んで、まあその感じね。じゃあこれ自分で覚えててね。ずっと子供の時からこうですから、これがいいか悪いか分かんないよね。終上骨外側、右足終上骨外側 EX の 5A から45A、 左の第一子中足骨の PM の内側を IN5P、EX の5度、10度、15度、45度まで順番に9つ、1、はい、9つやった？やった、はい。で今度はいいですよ、ちょっと離れて、で9つ目がそこに書いてある喉頭蓋で、飲むときにその喉頭蓋が動くことで息を吸ったときには気管に入ってくるし、食べたときには閉じて、これが食べ物が食道に入ってくる、で胃に入ってくる。これが機能してない。で今それを機能するように治療したわけね。で吸って飲んで、で閉めて、で飲んで、どう？
こう吸ってスッと入るのね。先ほど取ると声出なかった。じゃあ取って取った状態でどう、さっきと今声出してみて今の出せる？どう？わかる？出せる。どう？どう？今までスー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 思いっきり抜けて音が出なくてスースーだった。スースーする音がすごく大きかった。今はちょっと歌ってみて。今出るような声出てる？出てるでしょ。出てるんです。今の医学で分かんないですよ。今までの医学は脳だって言ってるわけだから、今飲むとでも問題ないもんね。じゃあ飲んでみて。それやらないとおかしい。一回試してみて。今までは脳だとか肺だって言って関係ないですよ。嘘ですから医学は。でそれを置いて、ここの喉の問題今解決してますから、前向いてそれで飲んでみて。どう？喋ってるでしょ。今自分が今喋ってみて言葉ずっとつながってるように、取った時に今まで声が出なかったのが今出てる。だって途切れてないですよね。どうも途切れてないです。途切れてないですよね。じゃあ取り付けて、取り付けて、それで喋ってみて、で外した時と今取り付けた時で差が、前は差が大きかったでしょ。今はそれ取り付けたのと取り付けてないと差がどう？っていうことですよね。ということですよ。これは何時何秒何秒ですよ。生まれた時から。先手先手言われて。いや、それが嘘です。違うんですか。もうそれが嘘。だから実際にずっとやってみて呼吸器がいらなくなることを証明してみてほしいよね。だからもう頭で病院でそう言われてるから、もう絶対必要なもんだと思っちゃってるから、必要がないって言われたらもう今大混乱ね。でもやってみた方がいいますよ。いらないですよ。続けてみてほしい。同じ病気の子がいっぱい24時間テレビとかでいろいろやってそれが治っちゃうことですよ。24時間テレビで。で特集とかで難病の子供とかで治ってるわけ。いやいや、その子は治ってないですけど、こういう子が頑張ってますよっていうような紹介をしてるわけです。ああ、でこう治らないけども頑張ってますよってやってるわけね。でも治っちゃうわけ。治っちゃうんです。もうそんな人はもうずっと一生こんな病気ですよ、でも頑張ってますよってやってるわけね。でも治っちゃうんですよ。嘘ばっかり。これ医学です。これ医学じゃないんです。生きるということです。生きるためにはということをやっただけですから。だからこれは生きてる限りは知った方がいいですよ。自分のことなんだから。だからまだまだ可能性があるということだから、お父さんに勉強してもらってやってもらった方がいいよね。まあ、企業チャンスあれば自分で勉強すればね、自分でできるわけだから。